端ちょうどに来なかったり、これは楽に縫えそうだと思われる方はぜひ。今回はこういう後ろ涙開きのこのループを取り付けやすい縫い方を説明します。ループの付け方なんですが、ループの付け方はこの涙開きの部分を縫う前にループを仮止めをしておいて、ぐるっと縫う方法が割と多いように思うんですけども、そうするとこのループの先をこう襟ぐりを縫う時に一緒に縫い込んでしまったりとか、あとはこのループの上端ちょうどに来なかったり、あとこう切ったところの端が反対側の涙開きのところに挟まってしまったりとか、そういう不具合も出てくるので、今回は涙開きを縫った後に挟むという方法をしていこうと思います。今回は部分縫いなので、後ろ身ごろの上の部分だけと接着芯を貼って周りをロックした見返しとひっくり返した共布ループを作って準備をしています。まずは表地の中心と縫い止まりの位置を型紙を合わせて印をします。そしてこの見返しの芯の貼ってある側の方にこの涙開きの形を描いていきます。この部分を描いていくんですけども、右側、こちら側が右側になる方なんですが、右側の方はこの上端から 1.5 センチ縫わないで開けておく部分も印をしておきます。これで中心と中心を合わせて縫い止まりの位置を合わせて待ち針をしていきます。これで縫っていこうと思います。後ろの涙開きを縫っていきます。カーブの部分は、フットコントローラーで縫ってしまうと行き過ぎたり、
カーブがきれいに縫えなかったりするので、こう滑車を回しながら押さえを上げながら書いてある通りに針を落として縫っていくときれいな小丸になります。ループを挟む部分で返し縫いをして糸を切ります。次にこの上端から縫っていきます。ここは縫わずに開けています。縫ってきたらこれで先に切り込みを入れていきます。ミシン目ちょうどまでギリギリで切り込みを入れます。そして丸く縫った場合は矢羽にもうあと2箇所入れておくときれいに丸が出ます。これでこのループの出番です。この大きさを合わせてみて、自分で決めたボタンが入るかどうかちょっと確認をしておいて、この切り込み切ったところの位置に印をしていきます。今ここ 1.5 センチ縫わないで開けたんですけど、もうちょっとこう細長いこっち側に縦長のループをしたかったら、ここは最初は 1.5 にしたんですが1開けて縫ってもいいです。これはお好みでしたらいいと思います。今回は 1.5 開けたのでちょっと平べったいようなループになってます。これでこの布の端に印をつけて、ループは縫い目が内側になるように丸くしてセットしてください。これでこの中に入れます。目打ちとかで入れると入れやすいです。これで先ほど印をした位置とこの布の端が合うように目打ちでこう上下上下ピタッと合わせます。これで上端もちょうど上端ギリギリにループの端が来るようになるので上端がきれいになります。これでセットしたらこの上をもう一度ミシンで縫っていきます。これでループの空いている部分を縫っていきます。これで引っこ抜けてしまわないようにもう一度少しずらしたところをループの上を縫っておきます。これで縫えたらループの端を切ります。これで縫い代の端も切っておきます。襟ぐりにも切り込みを入れて、ひっくり返していきます。
小丸の部分は見返しを少し引っ張るようにしてシワのない状態で綺麗な状態が作れたらアイロンをかけてみてください。これで上端ちょうどにループの位置が来てちょうどいいループが完成しました。今回は太もものループを空きを縫った後に挟むという縫い方でやってみましたが、これは楽に縫えそうだと思われる方は是非やってみてください。副工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。